Hello everyone, welcome to the Lemon School channel. こんにちは、レモンスクールです。Today I'm gonna share my presentation on IPA symbols and pronunciation respelling, which I originally gave at a conference 2 years ago. 今日は発音リスペリングの小学校英語での効果検証、中国語教育の応用についてお話しします。まず概要です。英語の音素目録、今回は母音のみを教えて、英語ではこれらの音しか使わないと強調します。そして発音記号に代わる音韻表記、発音リスペリングっていうのも採用します。これを小学校6年生のクラスでレッスンをしたんですけれども、その効果検証をします。実は一昨年の音韻論フォーラムでは大学生に母音だけじゃなくて子音とかプロゾディとか綴りのルールのレッスンをしたんですけれども、今回はその小学生版ということになります。まずバックグラウンドですけれども、英語の文字体系についてお話しします。今あなたの英語が通じないのは発音が悪いからではなく、綴りの読み方を間違えているからという教材を作ってるんですけれども、私の昔の研究によると、日本人の発音ミスというのは発音ができないからではなくて、綴りの読み間違いというのが非常に多いということを発表しました。しかし、これはもうほとんど注目されてないことなんですけれども、日本語と英語の文字体系っていうのは機能的には非常によく似ているので、これを利用しない手はないと思います。まずはちょっと文字の話なんですけれども、まずはこのピクトグラムっていう絵文字みたいなところから始まって、それがだんだん抽象化して、表意文字になって、表意文字がだんだん表音文字になっていって、それがまた表意文字的な機能を持つように戻っていく。こういうような変化をすることが多いです。実際には漢字なんかが代表的な例ですけど、表意文字と呼ばれるものも表音文字的な機能も備えています。例えば中国語のこの運ぶっていう意味のユインなんかも、この部分っていうのはこの雲っていう意味のユインのこの音を借りているわけです。だから実際には意味を表す部分と音を表す部分の組み合わせっていう文字が非常にたくさんあります。一方で表音文字の代表としてカナとかローマンアルファベット、ハングルなんかがありますけれども、これらも表意文字的な機能も備えています。例えば日本語の助詞の和なんかは和行の和とは書かずにはと書くことで助詞だというふうに示しています。英語の有名な例はこの過去形の ed が発音はid というふうに3種類あります。だからこれはこの ed というのは音ではなくて過去という意味を表しているという考え方もあります。ただこれは音素配列の制約で音が変わっているんですけれども、もっとフォノロジーが全く関係ない綴りの例もあります。例えばこの借金という意味の debt、これなんかは昔はこう綴られてたらしいんですよね。だけどこの単語は語源がラテン語にあるので、元々のラテン語のこの単語の B を意識して後からサイレント B を入れたそうです。こういう風にフォノロジーが全く関係ない綴りもあります。こういう風に英語の文字っていうのは表音ベースではあるんですけれども、表意的性格がすごく強いというのが特徴です。よく morphophonemic なんて言いますけど、それはそういうことです。表意文字のメリットは何かというと、やっぱり文字の目的っていうのは発音を書くことではなくて、読者に意味を伝えることなので、表意文字にした方が読者が意味を理解しやすくなるというメリットがあります。あとは発音が異なる異方言、異言語話者でも理解できるということがあります。中国語の漢字なんかではこれが顕著な特徴なんですけれども、実は英語の綴りにも同じ特徴があります。例えばこの meetっていう読み方の単語が3つありますけど、こういう同音異義語っていうのが見た目で分かりやすい。それから aroma、aromatic のようにこの3つの母音が全部違う発音で、発音的には全然違うんですけれども、綴りを見るとここが一緒だから同じ形態素だということが分かります。あとはこのアメリカ英語の impossible とイギリスのこれが、発音がほぼ似てるけど綴りが違うから分かりやすいとか、あとはケーキなんか音を重視したらこういう風に書いた方が合理的なんですけれども、こういう風に綴った方が美味しそうとか、そういう理由もあります。一方表意文字のデメリットは何といっても音読が難しいということです。ただしこれは発音表記というか音韻表記を加えれば簡単に解決します。で、私たちが日本語で当たり前のように使っているこの振り仮名ですよね。こういう難しい単語にこういう振り仮名を振れば簡単に読めます。ただ日本語の場合はこのピッチアクセントが表記されてないので、発音アクセント辞典っていうのが別に必要になってきます。
だから多くの母語話者がこのピッチアクセントの明示値もないし、多分それが原因で日本語教員の方も教えるのに苦労するし、非母語話者はやはり耳だけを頼りにっていうのは難しいので、やっぱり非常に苦労します。一方、中国語のピンっていうのはこういうフォニミックなプロゾディの情報も入ってるんですよね。で、母語話者も非母語話者も共に音素目録と成長目録とそれに対応する文字を初期段階で徹底的に習います。で、これがものすごくいいんですよね。で、しかも子供用の絵本とか非母語話者用の初級の教科書には全ての文字にこういうふうに読み方が振ってあります。で、英語もやっぱり表意文字的な性格がある以上、やっぱりこういうふうに発音表記っていうのをつけるべきだと思います。中国語教育で現状のように初期段階でピンをしっかり教えるか、それともほとんど教えないか、どっちがいいかっていうふうに尋ねたら多分議論の余地はないと思います。だから英語もやっぱり全く同じで教えた方が絶対にいいに決まってると思います。で、じゃあどういうふうにその読み方を書くかなんですけれども、まず日本語の漢字のこの字は探せばもう本当にいろんな読み方出てくるんですけれども、じゃあめちゃくちゃなのかというとそうでもなくて、やっぱりまずこれが基本ですよね。上と上で、このあたりは多分準レギュラーとかサブルールに入ると思います。で、同じように英語のこの文字も cake, cat, want, warm, any, what みたいに、探せばいろんな読み方出てきますけれども、基本はこの2つで、これがちょっとサブルールみたいになりますけど、で、まずは A, A この2つをしっかり覚えないといけないと思います。で、よくフォニックスっていうのが結構日本でも人気が出てきて、で、フォニックスっていうのは文字と音の対応なんですけれども、時々フォニックスがあれば発音記号はいらないんじゃないかっていう人たちがいるんですけれども、決してそういうことではありません。というのもこういうふうにフォニックスでは対応できない単語っていうのが結構あるんですよね。で、特にこのkaraoke なんかは日本語からの借用語なんですけれども、読み方はフォニックスの基礎に当てはまるわけでもないので、やっぱりこういうのもちゃんと体系的な指導っていうのをね、するべきだと思います。綴りの目安としていろんな説があるから正確には分かんないんですけど、大体目安として大体2割から3割ぐらいの単語っていうのはフォニックスを習っても読めないというようなイメージです。つまり、この辺の漢字で言うと上総一宮とか神付けとかですね、大体こういうのが2割3割あるというイメージです。英語で言うとこのあたりです。じゃあ発音記号を使えばいいじゃないかと思うかもしれませんけど、発音記号を音韻表記としておすすめしない理由っていうのがいくつかあります。まずは表記そのものに改良の余地があるというのがあって、これに関しても明日の朝まで語りたいところなんですけれども、今日はちょっとこれは置いておいて、もっと根本的な原因として、まず発音記号をやっても英語の綴りのルールを覚えられないというのがあります。だから発音記号を覚えて、でさらに綴りも覚えなきゃいけないという二度手間になるという弱点があります。それと発音記号っていうのはやっぱり最初にこういうこの超音点とかこういう音声学の基礎を学んでやっとその良さが生きると思うんですよね。だけど基本的に中学とか高校でこういう音声学の基礎っていうのを全然教えないでいきなり記号だけポンって出してきますけど、それだとやっぱり発音記号の良さが全然活かされてないと思います。で、発音記号の良さっていうのはやっぱり例えばこういう didn't が didn'tみたいにこういう普通の文字では書けないような音声レベルの表記っていうのを書くのにすごく便利です。だからこういうのに活用するといいと思います。他にもいろいろ理由があるんで、もしよかったらハンドアウトを見ていただけたらと思います。じゃあ発音記号の代わりに私は発音リスペリングっていうのをお勧めしてるんですけれども、じゃあ一体これは何なのかということですけれども、実は例えば love you をこう書いたりdrive through をこう書いたり、あと we'd be gone っていう除草剤の商品名ですけれども、こういう風に書いたりとかですね、英語圏にいると割とよく見かけるものです。で、あと具体的にちょっと見ていくと分かりやすいんですけれども、例えば野球選手の名前、こういう風に例えばこれなんかは Arsma、Arsi、Abad、Abreu とかですね、Accardo とか Acevedo、分かりやすいのこの Actor、Athlete、こういう風に書くものです。あとは Wikipedia で、Pronunciation Respelling for English っていうページで、こういうふうにこう一覧表があってですね、この母音だったらこう書く、この母音だったらこう書くっていうのがあります。で、これを見ていくと、こういうふうに補助記号がついてるものもあれば、こういうふうに記号がついてないのもありますよね。大きく分けて補助記号があるのとないのの2種類があります。
で、補助記号がないものっていうのは、やっぱり母語話者が使いやすくてタイプしやすいので、将来的にはこれを身につけてほしいんですけれども、日本人にいきなりこれを教えた場合、イメージとしては10人に1人ぐらいは余裕で習得できるんですけれども、結構苦戦する人も多いんですよね。で、その理由っていうのは、いわゆる20音字とか30音字、一つの音素を2文字3文字で書き表すものっていうのはちょっと負荷が多いですね。例えばこの E をこういう2文字使ったり I なんかこう3文字使ったりするっていうのはちょっと画数が多い漢字と一緒で負荷が多くなります。だから最初はできるだけ1音素を1文字で書き表したいところです。もう一つは一つの音素に対して複数の書き方がある場合もあって、これも負荷が大きくなります。例えば afraid なんかは、こうも書けるしこうも書けます。それとか、この母音なんかは、コーダがあるときは U だけ、でもコーダがないときは UH って綴ったりします。だからまずは1音素につき最も基本的な綴り字を一つだけ教えるというのがおすすめだと思います。で、それをまとめたものがこういう感じですね。この A、E、I、O、U、それぞれに音読み、訓読みみたいに2つずつ読み方があるので、こういう風に分けたり、あと、O、O も2つあって、おい、あう、これはちょっと2文字使うしかないですけれども、で、この書き方、これは私の前の研究でネイティブの人に無意味語を綴ってもらったり読んでもらったりした結果とか、あとこういう英英辞典とかさっきの発音リスペリングの表とかを参考にした結果なので、現時点ではこれが最良の表記だと思ってます。で、一方イギリス英語の場合は母音体系とか音素数が違うので、またちょっと表記を増やさないといけないんですけれども、今とりあえずこんな感じで私は使ってますけど、こちらはまだ暫定的でもうちょっと検証が必要です。さっきのこれで言うと、発音リスペリングではこの2つだけ、まずここだけを身につけさせるということです。実際プロゾディなんかも書かなきゃいけないんですけれども、そうすると、実際イメージとしてはこんな感じになります。この Japan、Japanese みたいに。で、もうちょっと楽な方法として、ネイティブの先生方がこう使いやすくなるのは、全部を書き直すんじゃなくて、こういう補助記号をちょっとつけたり、例えばこの front みたいに O なのに U の読み方をする場合は、こう U って書いてもらうとか、こういう風にすると、全部を書き直すんじゃなくて、ちょこっとこう補助記号をつけたり、読み通りの綴りを書く程度で済むようになるので、すごく便利です。あと、フットも書きたかったら、こういう風にカッコを使うという手もあります。で、ここで大事なのは、完璧な表音文字っていうのはおそらく存在しないということです。というのも、自然言語っていうのは計算されて作られたものではないので、必ず矛盾とか一貫しない部分があるからです。いい例が日本語のか、が、た、だに対して、は、ぱ、ばみたいな感じですね。で、半濁音って一体何なんだっていうことです。だから、荒探しはしないでください。ゴールは完璧な音韻表記を作ることではなくて、発音に困っている日本人英語学習者を救うということです。で、次にちょっと英語の母音の話をします。ほとんどの日本人が英語の母音は難しいっていうイメージを持ってると思うんですけれども、実は英語の母音音素を通じるレベルである程度安定して発音し分けたり聞き分けることっていうのは実は簡単なんですよね。もちろんネイティブライクな発音っていうのは難しいです。じゃあなんで英語の母音がそんなに難しく感じるのかというと、まず多くの日本人はそもそも英語の母音音素がいくつあるかっていうのを知らないのと、あとそれぞれの音素の音化とかイオンをよく知らない。で、これじゃやっぱり区別しようがないということです。で、私自身も英語の母音音素目録とか音素配列を理解するだけで数年かかったんですよね。で、多分音韻論とか音声学とかやらなかったら一生理解できなかったと思います。というのも体系的な指導法がないからです。で、一方で中国語の音素目録とか音素配列っていうのは2週間もあれば理解はできました。使い慣れるね、やっぱりもっとすごい時間かかりますけど、理解するんだったら本当2週間とかでできるので、やっぱり英語でもこの数年を2週間に短縮したいと思います。で、よくある誤解なんですけど、これは前にも何回か話してるんですけれども、よくこういう5個と10いくつの比較を見ると、まるで英語の母音っていうのも、い、え、あ、お、う、みたいに、日本語の短い単母音みたいなのがこんな10いくつもあるような気がしちゃうんですけれども、やっぱり自然言語でこういう体系っていうのは非常に起こりにくいです。で、実際は英語の母音っていうのは長さと二重母音性っていうのも手がかりにしてるんですよね。だからこういう表っていうのは非常に紛らわしいというかミスリーディングです。で、いろいろこういう先行研究を見るといろいろ書いてあります。
で、実を言うと、英語の母音の多くは二重母音なので、日本語の母音を組み合わせていけば、曲がりなりにも全ての英語の母音音素っていうのを代用できます。これも私の過去の研究なんですけれども、カナダ人の英語ネイティブに日本語の母音を聞いてもらって、で、英語のどの音に聞こえるかっていうのをやったところ、こういう風に、この A, E, I, O, U, O, I, A, O, U, E, A, E, A, A っていうのが簡単に言うと、これをそのまんま英語に代用すればいいわけです。で、少なくとも聞き取りに関しては、もうちょっと調べますけど、少なくとも聞き取りに関しては、授業4回ぐらいやれば、英語の音素を全部識別できるようにはなるという印象です。生成はもうちょっと時間かかりますけど、全部聞いて区別できるようになるっていうのはすぐできます。こんな感じで。で、やっぱりたったこれだけなんですよね。たったこれだけのことを覚えるのに5年も6年もかけるっていうのは非常にバカバカしいですよね。やっぱりこれは本当2週間もあれば、せいぜい1ヶ月もあれば覚えられることです。じゃあ理論上はいいけど、実際に教育の現場ではどうなのかっていうことで、私のやっぱりこれも過去の研究で、大学生3人に100分授業28回で、母音とか子音、プロゾディ、綴りルールっていうのも教えて、レッスン前と、あとレッスン14回後、28回後で、これらの単語を読んでもらって、で、それをアメリカ人の先生にジャッジしてもらったところ、レッスン前はこれだけ通じなかった単語があって、で、14回やった後はこのくらいで、レッスン後はこのくらいに減りました。はっきり効果が出てます。最初から通じた単語の、レッスン前から通じた単語のネイティブライクネスをチェックしてもらったところ、全員約1ポイント上がってます。一方で、この流暢さっていうのがこれだけ下がってるんですけれども、これは悪いことではなくて、注意深くなった、丁寧になったっていうことだと思います。でもちろん、いずれはスムーズに言えるようにならないといけないんですけれども、この時点では注意深くなったっていうのはすごくいいことだと思います。で、今回は小学校6年生に教室で対面授業で行いました。で、被験者は小学校6年生の男女で、データを取れたのは15人ですね。ただ、2人はレッスン後のみです。で、45回の授業を11回行いました。で、アメリカ人の ALT の先生によく来ていただいて、日本人の英語教員免許を持っている小学校の先生にも手伝っていただきました。で、使用したサウンドファイルはカナダ人とかアメリカ人の北米英語です。で、母音と母音の基本的な綴りのルールを音節単位で説明しました。子音とか強制までは時間的な制約で手が回りませんでした。あと、自分で作ってカナダ人に録音してもらった母音の歌とかも使いました。こんな感じです。すべての母音でこういう歌をやりました。で、まずレッスン前にこの単語リスト26個を読んでもらいました。この2つの単語以外は小学校5年生、6年生の英語の教科書で使われていたこの We can っていうのの1、2に載っていた単語です。で、レッスン後は同じ単語をこういう表記にしてこういう補助記号をつけて音節はこういう風にダッシュで分けて表記しました。で、この2つの単語に関しては教科書には載ってなくて、で、レッスン中も発音の仕方っていうのは教えなかったんですよね。つまりそういう知らない単語でもポストテストになったら読めるかどうかっていうのもテストしました。で、レッスン前、レッスン後で録音して、それぞれのビフォーアフターのトークンを全部混ぜて、で、ランダマイズして、全部混ぜたものを、どれがビフォーとかアフターとか知らないものを3人のアメリカ人の英語の先生に聞いていただいて、で、まず聞こえた単語を書いていただいて、で、その後それぞれの単語の分節音のネイティブライクネスを5段階で評価してもらいました。5がネイティブで1はものすごく外国人っぽいです。で、ただし流暢さは評価せずに、例えばこれなんかをタメイトみたいに音節で区切っても、分節音が正しければ高評価としてくださいというふうにお願いしたんですけれども、これがちょっと難しかったみたいです。で、あと3人のうちの2人以上が違う単語を聞いてしまったとか、または何の単語か分かんないっていうふうに回答したものを通じない単語としました。実はその小学生の音声に実はネイティブスピーカーの音声も混ぜました。で、これはでも評価者たちには教えてません。で、やっぱりさすがネイティブスピーカーで、ほぼ全部5なんですけれども、ただこれに関しては低いんですよね。こ
この2つに関しては評価が低くて、これはなぜかというと、実際聞いてみると、piano, tomato。というように、あえて音節ごとに区切って読んでもらったんですよね。流暢さは考慮しないでくださいと言ったんですけど、やっぱ流暢さと文節音のうまさを切り離して聞くのは難しいようで、やっぱりどうしてもネイティブライクネスは下がってしまいました。だからここはちょっと考えないといけないところです。で、結果です。Before After の両方のデータが取れた被験者13人については、まず読めませんと言ったのが Before では44個ありました。でも After ではこの1個のみでみんなちゃんと全部読もうとしました。で、それから通じなかった単語っていうのが Before ではこれだけありましたけど、After でもこれだけありましたけど、だいぶ減りました。で、トータルで読めないか通じないっていうのが Before ではこれだけあったのが After ではここまで減りました。で、もう一つ通じた単語のみのネイティブライクネスの平均を見てみると、Before がこれで After がこれで、優位差はあったといえばあったんですけど、差が 0.16 ポイントしか上がってないので、この数値だけ見るとそんなに上がったようには見えません。ただこれにはいろいろとストーリーがあります。このネイティブライクネスのそれぞれの単語の最大値最小値、あと標準偏差を見てみると、アフターの方が最大値が優位に上がってます。で、最小値は優位差ありませんでした。あと標準偏差がこれだけ上がってて、どういうことかというと、アフターの方がもっとばらつきが出てるっていうことです。で、やっぱり聞いた印象でも、やっぱりこの時点だと結構アフターの方は、玉石混交というか、すごくうまいこと、あとビフォーとほとんど変わらないこと、あとこの U-shaped learning って言って、ちょっと一見下手になってるような子っていうのが混在してました。で、まず読めなかったまたは通じなかった単語っていうのを比べてみると、この茶色が before ですね。で、緑が after です。で、濃い方は読めません。で、薄い方は通じなかったものです。で、これを見てみると、最後の2人だけは after しか取らなかったんで before わかんないんですけど、それ以外の被験者見てみると、全員進歩してますよね。で、これはやっぱりすごくいいことだと思います。全員進歩してます。で、今度は単語ごとに見てみると、ものすごく進歩してる単語もあるんですけど、一方で、こういうふうに変わんなかったりとか、むしろ通じない単語が増えちゃった、アフターの方で増えちゃったものというのもあります。で、これはちょっと説明します。で、まずいい話としては、この2単語、この見本がなかった2単語に関しては、大幅に通じるようになったということです。見本がなくても自分で読もうとして読めるようになるということです。で、これがやっぱり狙いです。で、あとこれなんかは、ステーションなんかは、ビフォーでは13人全滅だったんですよね。アフターではもうこれだけ通じるようになりました。プディングなんかもそれに近いです。で、今度はネイティブライクネスを見てみます。で、これは5がネイティブなんで、今度は多い方が良くなったということです。で、茶色が before で、緑が after なんですけれども、で、これなんかはモデルがない、この見本がないこの2つの単語に関しては、やっぱり通じたものだけを見ても、最初から通じたものを見ても、このネイティブライクネスっていうのが上がってるというのが、これがいいニュースです。あと before で全滅したステーションなんかもかなり高くなってます。で、特にこれですね、例えばこれを被験者 D は before では読めませんって言ったんですけど、after ではネイティブライクネスが 3.3 になってます。antibiotics antibiotics で、これも被験者 K は before では、一応読めたんですけど、ネイティブライクネスが 1.7 で、モスクワっていうふうに、これがモスクワだと分かって、そのまんま日本語的に読んでるけど、after では、モスコafter ではやっぱこういうふうに読んでます。で、これは、この音節ごとに読むっていうのは、中国語学習では誰もが当たり前のようにやってるステップなんですよね。だからこれを何としても私としては、日本の英語教育に取り入れたいと思ってます。今度は通じないか読めなかった数が変わってないか、または before も after も0だったものだけをピックアップして、その中のネイティブライクネスを見てみます。通じなかった数は変わらなかったもののネイティブライクネスです。で、そうすると、これなんかはネイティブライクネス上がってるんですけど、一方でこれら以外は全部ちょっとネイティブライクネスがちょっと下がっちゃったんですよね。ただこれ発音が決して変わってないわけじゃなくて、例えばこの単語なんかは before では 2.0 で、ジャムで after では通じなくなっちゃったんですけど、聞いてみるとジェアンアフターの方がだんだん上手くなってるとは思うんですよね。で、魚、フィッシュ。これを見てみると、ネイティブライクネスが下がってしまいました。
で、第1フォルマンと第2フォルマントを見てみると、before ではこういう感じでほとんどいいですよね。だけど、after ではこういうふうに明らかに変わってるんですよ。もっとばらつきが出て、もうちょっとこう低くなってます。で、例えば被験者 C なんかは、ネイティブライクネスが 3.3 から 2.7 に下がってるんですけど、ちょっと聞いてみると、fish, fish, まあ明らかにカタカナですけど、after ではこれを意識して、fish, fish, まあ、ちょっとやりすぎて fish みたいになっちゃったので、ネイティブライクネスは下がってるんですけど、でも修正の方向としては間違ってないと思います。次にこの banana。まあネイティブライクネスはこれだけ下がっちゃったんですけど、R と air。ちょっとこれ逆になっちゃってますけど、この R と air。これだけ見ると、before では、まあ、あんま変わってないんですよね。だけど after、中間地点見ると、明らかに違う母音、はっきりこう区別してる子もいます。まあ区別してない、ちょっと変になっちゃった子もいるんですけど、こう明らかに区別してます。例えば被験者 O はネイティブライクネスが下がったとは言っても、banana, banana, これが banana, banana, になります。で、被験者 I の場合は 2.7 から 1.7 に下がりましたけど、banana, banana, 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 こういうふうに、母音だけ見たら明らかにこの2つの母音を区別しているので、いい方向なんですけど、ただ持続時間が before だったら、これだけだったのに、after は、これだけ長くなっちゃったんですよね。このあえて流暢さを落として、それぞれの音節を正しく発音させるっていうところが狙いだったので、これはいいことだと思います。次にこのマンキー、これは綴りは O だけど音は A なんで、発音通りに綴るならこういう風になります。だけど before ではやっぱり monkey, monkey, っていう風に、この被験者は発音して、やっぱりフォルマント見てもこういう風に O のあたりに集中してます。ところが after では monkey, monkey, で、やっぱりネイティブライクネスはちょっと下がっちゃったんですけれども、一つには流暢さ。で、もう一つは、やっぱり口を開きすぎちゃって、あーじゃなくてこう、あーみたいになって、違う音素になっちゃってるっていう。ここまで口を開きすぎちゃったっていうケースもあります。このあたりがその U-shaped learning ですね。で、次に、この通じない数がこう逆に増えちゃった場合。例えばこの01っていうのは、before では通じない数が0だったのに after では1個になったっていう意味です。で、これを見てみると、例えばこれなんかは before では全員通じたのに after では5人通じなくなってしまいました。ネイティブライクネスは上がってるんですけれども。で、あとやっぱりネイティブライクネスも下がっちゃったケースもありました。じゃあこれ悪いのかというとそうでもなくて、例えばこの in、これフォルマント見てみると、こっちが before で、こっちは通じなかったバージョンの after です。例えばこの被験者 D は before は in, in, で、after は en, en, で、after ではこう end とか end って聞き取られちゃったんですけど、だからちょっとやりすぎちゃったんですよね。でも修正の方向としてはいいと思います。あとはこの coin、これがこの going に聞こえてしまった。going, going, あとはこの N のリリースを教えたんですよ。coin, coin, それはちょっとやりすぎて裏目に出ちゃったと思います。でも方法は間違ってないと思います。あとは tomato の O、これを言わないで、この T で終わる。で、良かった例として被験者 D は before で 1.3 だったのが after で 2.7 に増えました。tomato, tomato, これが tomato, tomato, っていう感じです。あとは通じない数はちょっと増えてるけどネイティブライクネスが上がってるケースとしては、例えばこの box、 例えば被験者 I は before は box, box, after は box, box, あとこれなんかも通じない数はちょっと増えちゃったけどネイティブライクネスが上がってるケースです。before が good, good, で after が good, good. で、大学生のレッスンとの差なんですけれども、やはり何といってもレッスン時間の差が大きいと思います。小学生はトータルで8時間ちょっとで、大学生は46時間以上。だからやはりせめて週1回でも1年間は続けてプロゾディとシーンまでやりたいと思います。修正点ですけれども、やはり母音しか指導していないので、母音以外が原因でこの通じやすさとかネイティブライクネスが低く評価されている可能性が大いにあるので、再び母音のネイティブライクネスだけを評価してくださいとお願いする必要があると思います。あと言語学以外の課題なんですけれども、まずそのネイティブの ALT の方からの評判は非常に良かったんですよね。だから今後も母語話者のネイティブの先生の協力を積極的に得たいと思います。一方で
元日本人の中学の英語教員だった教育委員会の方たちからは反応がいまいちだったんですよね。で、その理由は何かというと、教員のプライドを傷つけるということです。この教材を使うと教員の発音が間違っていることが生徒にバレてしまう。で、この教育委員会の方たちの知ってる先生の中で9割ぐらいはもうそれが耐えられないということです。私も日本人英語教員で立場が一緒なので、この気持ちはすごくよくわかるんですよね。だから先生も生徒も幸せになるためには、一つの手として日本人英語教員も生徒と同じ英語学習者、ネイティブではない。ただ学習者の先輩だっていうだけだっていう雰囲気を、先生ももちろんそうだし、生徒もやっぱりそういうことを理解するっていう雰囲気を作れないかなというふうに思っています。最後に、ぜひ今まで発音リスペリングというのをあまり使ったことがない方、ぜひ使ってみてください。あと、アメリカ英語の全13母音音素は、ほぼほぼ日本語の母音で代用できるということも大事です。日本語に対応する音韻カテゴリーが全くない、こういう R とか TH とか V とかよりはよほど簡単だということです。もしよかったらこちらも読んでいただきたいと思います。あと11レッスン程度では結構個人差が出て U-shaped ラーニングの底というか一見下手になったように見える人も結構いる段階だけど確実にいい方向に変化していると言えると思います。ご清聴ありがとうございました。で、あといくつか付録を少しつけているのでもしよかったらハンドアウトを読んでいただけたらと思います。